皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄鳥羽駅です。鳥羽観光の方の利用が多いこの駅は特急停車駅。すぐ隣にある JR の鳥羽駅は三宮線の終点で快速三重号も大半の列車が発着します。寂れた感じのある JR の鳥羽駅は3年ほど前に無人になって、今では券売機で指定券が買えるようになっています。そんな鳥羽駅ですが、今日は鳥羽から出ているフェリーに乗って対岸の渥美半島へ渡り、名古屋へ向かいます。ではまず鳥羽のフェリーターミナルへ。鳥羽駅前の国道42号線を渡ると、伊勢湾フェリー乗り場まで850メートルと書いていました。フェリーターミナルへ向かって歩くと、歩道の横に海沿いの道、木製のカモメの散歩道がありました。鳥羽湾沿いの海を眺めながら歩くのは気持ちのいいものです。途中、三木本真珠島や鳥羽湾の島巡り観光船乗り場、鳥羽水族館の横を通りつつ、中野郷駅前にたどり着きます。中野郷駅は以前は鳥羽水族館の最寄り駅と言われていましたが、電車列車も少なく無人駅になり、案内もされなくなりました。鳥羽水族館南の交差点で左折して歩くと間もなくフェリー乗り場が見えてきます。ターミナルの2階でフェリーの切符を購入。切符売り場の他にお土産店や喫茶飲食コーナー、レストランなどがありました。展望カウンターにはコンセントもあるので便利。購入したフェリーの切符は鳥羽豊橋割引切符。鳥羽から伊良湖までのフェリーと伊良湖から豊橋までのバス乗車券がセットになったお得な割引切符。三河田原駅から豊橋までは豊橋鉄道渥美線にも乗れます。乗船開始の放送が流れたので乗船します。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。徒歩乗船のお客さんはこの通路を通っていきます。向こうに見える船が鳥羽丸。今日乗船するのは伊勢丸です。フェリーに乗るのは南海フェリーに乗ったのが1年半ほど前。普段は鉄道かバスが多いのでワクワクします。伊勢丸の中はこんな感じ。本線伊勢丸号は鳥羽港をフェリー操作士を出港いたしました。鳥羽を13時40分に出港。所要時間60分で伊良湖に着きます。出港して8分、進行方向右後方に見えるのが坂手島。その前方に見えるのが三重県2番目の大きさの島、菅島。菅島は海女さんが多い島だそうです。船内は自由席ですが、今回私が座ったのはボックス席。こんなテーブルがあって、横にはコンセントも一つついていました。席に座って海を眺めていたら、この伊勢丸とよく似た船が、伊良湖から鳥羽に向かっている伊勢湾フェリーの下丸です。こうして見ると結構速いスピードで航行していますね。鳥羽を出港して30分頃の現在地。まもなく案内放送が流れました。本線右手に見えます島は上島でございます。また三島由紀夫の小説「潮騒」の舞台となり、たびたび映画化されておりますので、ご記憶の方もおありかと存じます。右側のデッキに移動して、こちらが上島。人口はおよそ300人の漁業の島と放送で案内されていました。鳥羽から市営の定期船が出ていたり、伊良湖からも定期航路があるそうで、上島を経由して鳥羽から伊良湖へ渡ることもできそうですね。さて、前方に陸地が見えてきました。もう伊良湖が近づいています。上島は鳥羽よりも伊良湖の方が近い位置関係だったりします。伊良湖岬が近づき、渥美半島の先端が見えています。その先端の方、何か塔が見えますが、灯台ではありません。伊勢湾海上交通センターという施設。伊勢湾へ入るルートの伊良湖水道を航行する船舶への管制業務を行っているそうです。伊良湖港の突堤が見えてきました。接岸に向けてスタッフの方が準備をされています。伊良湖の港に入港です。
伊良湖での下船は階段を降りて自動車甲板からの下船になります。鳥羽から1時間で伊勢湾を渡りました。いきなり愛知県の三河地方に降り立つのは不思議な気分です。ありがとうございました。伊勢湾フェリーのスタッフの皆さん、1時間お世話になりました。ありがとうございました。フェリーを降りて少し歩くと真新しい伊良湖フェリーターミナルの建物が。道の駅伊良湖クリスタルポルトです。真新しいと感じたのはリニューアルオープンして間もないためでした。この道の駅の中に伊勢湾フェリーの切符売り場があり、レストランやお土産売り場、展望デッキなどがあります。この次はバスに乗り継ぎますが、フェリーから降りてすぐだと5分ほどしか時間がないので、次の1時間5分後の15時50分発のバスにしました。乗り換えの素通りだけではもったいないし、1時間もあれば伊良湖岬を回る遊歩道を回れそうなので、ちょっとお散歩します。遊歩道には粕や磯丸像がありました。伊良湖村の貧しい漁師の家に生まれましたが、35歳にして和歌を志した江戸時代後期の歌人だそうです。遊歩道に咲いていた白い花はハマナスでしょうか。ところでここは太平洋に面した海。この日は風がすごく強くて日傘がひっくり返るほどでした。私を伊良湖まで運んでくれた伊勢丸、再び鳥羽へ出港したようです。伊良湖岬灯台付近です。さらに風は激しくなって飛ばされそうなぐらい。ですがこうして景色は絶景ですね。海の向こうには割と近い感じで上島も見えました。伊良湖岬灯台を過ぎると約1キロにわたって砂浜が続く小石ヶ浜。ヤシの実の歌は柳田国男が小石ヶ浜に流れ着いたヤシの実の話を島崎藤村に語り、それをもとに島崎藤村が執筆したのがヤシの実の詩で、後に曲になったそうです。撮影しながらゆっくり歩いていましたが、30分ほどで遊歩道を一周して道の駅伊良湖クリスタルポルトに戻ってきました。そして15時50分発豊鉄バスの渥美病院行き、三河田原駅まで50分乗車します。お待たせいたしました。田原駅前経由、渥美病院行きです。バスの車窓は伊良湖のリゾートホテルが見えたり、国道を大きなトラクターが爆走していたり、あと風力発電所も左右両方ともに見えました。渥美半島三方を海に囲まれて風が結構あるということでしょうか。バスは16時40分に三河田原駅に到着。ここから豊橋鉄道渥美線に乗り換え、16時47分発の新豊橋行きに乗車します。豊橋鉄道もサイクルトレインを実施しているのですね。三河田原駅を発車。ご乗車ありがとうございます。当電車は各駅停車の新豊橋駅です。ガタンゴトンと渥美半島の付け根を走る豊橋鉄道渥美線。電車の方をよく見ると編成によって渥美半島を代表する花をイメージ色にしているのだとか。行き違いの電車はしでこ節。私の乗っている電車は桜でした。三河田原駅から35分で新豊橋駅に到着。JR の豊橋駅はすぐ隣で、ここから名古屋までは今回は新幹線を利用しました。この日は JR 名古屋豊橋間のカルテット切符とカルテット切符専用新幹線変更券で乗車しました。豊橋駅で乗り換えの際に駅そばのチケットショップでカルテット切符を購入して、カルテット切符変更券は窓口や新幹線の指定席券売機で購入することができます。説明が長くなるので表にまとめましたが、チケットショップでカルテット切符を購入し、土休日の新幹線変更券を使うと合計980円も安く、豊橋から名古屋まで新幹線で移動することができます。まもなく名古屋です。録音はできませんでしたが、アンビシャスジャパンのチャイムを聞けたのはこの時が最後でした。光651号は名古屋駅に到着。
今回伊勢湾フェリーを利用して遠回りしながら少し観光して名古屋まで来ました。普通に鳥羽から名古屋まで近鉄特急で行けば1時間35分ぐらいで着いてしまいますが、フェリーに乗って岬の遊歩道を歩いてバスとローカル施設を乗り継ぐ旅、結構楽しいものでした。また今後も風変わりな旅をお届けできたらいいなと思っています。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。